こんにちは、JP です。今回は壁の仕上げ。前回の動画で天井をやってきましたので、今回仕上げに珪藻土を塗っていきます。難易度はいくつですか3。始めるぞ。今回天井壁に珪藻土を塗っていくんですけど、これ瞑想ルームなんですけど、瞑想って呼吸がめちゃくちゃ大事で、珪藻土も実は自然発素材で呼吸するんです。この空間と一体化して呼吸していく、そんな思いを込めて今回珪藻土を選びました。ちょっとでも出てたらやっぱ邪魔しちゃうんです。邪魔。こんなんでも当たるやん。うん。邪魔。このさ、めり込ましすぎたらあかんし、このちょっと沈んでる。いいね、それ。そうそうそう。ここね、重ねずにこうやりたいん。いいですか。もうほぼ終わりましたね。はい、終わりです。最近気に入ってるのがこのなんかちょっとこういう素材の養生シート。これね、ビニールよりいいんですよ。頑丈なんですかね。頑丈。どうせ落としまくるんですよ。パテやら珪藻土やら。だからね、端っこめちゃくちゃ重要。あ、わざと開けとくんですか。そうそう、開けてこのテープで。ヘイ、足や。そこを角を合わせて、こうね。こんならパタンって倒れるよ、それが。ああ、そうそうそう。ああ、そういうことか。そしたらピリピリピリと。そうそう。あら、しました。あれ、あれで。あら。やべ。シャバ像が。あ、どんどん汚くなってるな。そうそうそう。ギリギリセーフ。距離を変わってる。じゃあパテやっていきます。あんまりね、作りすぎると火を起こせんからガチガチになるんです。使い切るぐらいね。で混ぜます。きたかも。あ、こんな感じなんですね。こんな感じ、こんな感じ。自由自在。自由自在。いや、こうちょっと取るやん。で、この穴に向けてキュッとやる。もうこの穴にだけ欲しいから、こう。余分なものは残さないね。おお。キュッとだけで。そうそう、そんな感じ。どうですか。ええよ。いい感じ。ミシュンテープのとこは取るやん。で、だからそんな感じ。一気にやりたい。あれ、全然やりたいっす、それ。やってみるか。いいですか。やってみる。まあ、さっき見たんで、とりあえず、ここを抱えるダサ。あれ、どうした。ダサい。ちょっとダッサ。こうね。あ、そうそうそう。下からゴー。あ、じゃ。先生ここ溜まりすぎたんだよ。あれ、これ溜まりすぎ。グッと上に伸ばして。そうそう、伸ばせ。
これ難しい。だろう。ちょっとこれは難しいですね。全然できない。チェンジ。もうどういうことこれ。ちょっとやりたいのになこれ。ああ、そう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 。ああ、そうや。あ、いそういうこと、そういうこと。スタートはこうやったら取れんからと落ちる。うんうん。だからああ。左手でね。はい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 。全然違う。気持ちいいだろうなやってる側。わかるかな。難しいんだよなこれ。多分ね動画で見てる人は簡単にやってるから難しさ分かってないです。ほんま難しいなって俺もほんまにやってないけど。ただ塗るだけでしょじゃないんですよねこれ。そうなんや。これは技術だ。ちゃんとコツ掴んでいきましょう。これの振り方。ああ、そう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 。まだと。今こうパテが乾いたところなんですけど、ここからねパテを平らに削っていきます。サンディングのペーパー240番使っていきます。今まで紹介しなかったですけど防塵マスクですね。これむちゃくちゃいいです。なんかね普通のマスクより苦しくないんですよ。おすすめです。でこういうねなんかコテの線とか全部消す。パウダー今この鉄骨がむき出しの部分に珪藻土を塗りたいんで先にアンダーコートを入れていきます。アンダーコートっていうのは下地材、珪藻土が吸着良くなるようにする下地材のことです。今からそれを塗っていきます。水を加えて混ぜるだけ。あと効果は矢に開くシミの防止、あと仕上げ剤の接着力の向上ですね。だいたい水はね目分量でいけるもんなんですよ割と。正確出るよな。買ったことがない。ああいいっすね。いい硬さだ。目分量でうまくいっちゃうからな。いくからねだいたい。はい、OK です。塗りにくいだろうな。乗らんね。むずい。コントロールできない。縦が終わりましたので、ほとんど後期がやったんですけど、次は珪藻土やっていきます。珪藻土はこちらフェンダートップ珪藻ですね。色が SKC154 ベージュっぽい色です。もうそのデカバケツの中にぶち込むんですか。はい、オレンジ1本で丸々してます。ベージュ入ります。よいしょ。うわっなんか気持ちいい。こうやって見るとあんまりその濃いベージュって感じじゃないんですね。そうそう、薄いの選んどでできるだけナチュラルにね、うん、じゃあ塗っていきますか。天井からいきますか。こういうのはねやっぱ天井から塗った方がいいんですよ。天井塗って壁に降りていくでないと壁先塗ったらなんか壁に当たるんよ体が。なんか天井塗りよる。ああそういうことなの。そうそう、ほんでああれやここ当たったってなるんよ。これはおそらくつけすぎやけど、これね端か
回転もああこんな感じです。ほらこの行きとこの帰り模様が違うやん。はい、これが行きで。帰りおお。行き。帰帰り。り模様が違うやん。こうんうん。の行きの感じで仕上げたい。これが仕上げになるんですね。こんな感じ。おお。俺こっち塗るから後期そっち側塗って真ん中でガッチンガッチン。ありがとう。せっかく山にしてたのになんでこう綺麗にしちゃってるんですか。なんかこれも捨てがたいかなと思って。あーどっちやろな。うわ、なみなみか。なみなみでいくのかちょっと鳴らすのか。うわ、どっちもいいな。うわ、どうなんだろう。あーなんかちゃうな。でもこれは下手やな。分からんなんとも。今見えないのか。いや、下手ですねとは言えないじゃないですか。貴様正解なかったっすよ今。そう悩むねんな。今回はやっぱつるんでいきたいと思います。つるんで天井って結構作業的にしんどいですよ。もう首がうっ血するんでこう取りながらねこうやって塗っていくのってもう早々にね心折られるんでいい方法あります。まずローラーで伸ばすんですよ。これ楽々なんでもう首も痛くならんしまあストレスになる。この後にもうこのこいつだけでこうさーっとそれこうやると楽です。めちゃくちゃこの辺やっぱブレスが邪魔してもううまく塗れんからローラーでこれでいこうかな。今回はつるんでいきたいと思います。これつるんで。すごい、もうなんかこの画面で見る絵が真っ白です。すごい。気がついたらこんなになってる。うん。こういうのが大事なんですね。そうハケでしか入らんから。真っ白だな、本当に。完成。何つけてるんですか今。ほらブレスで頭打つやん。はい。頭毎回打っとられへんやん。あ、だからそのためのカバークッションみたいな。クッションになってる。多分これ結露防止の配管のカバーやと思うけど痛いやん、はい使ったら、はいそれを防ぐのにこれがちょうどいいなと思う。確かに太さもいい感じですね。いい感じ。これグレーやしこれはまあちょっと色塗りたいけどな。ああ、なるほど。あとね、確かにこのままだとちょっと微妙ですね。じゃあまああとこれをベージュに塗って終わりや。これ今珪藻土が乾いたところなんですけどめっちゃ良くないですか。こうまくいきすぎじゃないですか。れうまく狙い通りですよ。こんな綺麗にこんな綺麗になると思うの。めちゃくちゃいいです。大成功です。これ久しぶりすぎる。見てください。はい。わー、めっちゃいい。すっげー。めっちゃかっこいい。いいでしょ。めっちゃいい。いいでしょ。やったー。イエーイ。
次回掃除編は床にめっちゃ渋い畳入って、ライティングは間接照明にメイン照明でクオリティバーンって上がるんで、絶対に見てください。それでは変わんないですよ、そんな。俺の中で変わるんだよね。はい。